この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。はい、こんにちは。斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちらです。すごくね、可愛いポーズですよね。シーデンさんの作品。タイトル、ガウルグラのファンアート。大人気のガウルグラさんを描いたイラストです。初めて自分で構図や配色まで考えて描いたのですが、他のイラストレーター様の作品に比べて圧倒的に何かが違うと感じ、その違う何かが理解できずにいます。丹精込めて作った子なので立派な作品にしてあげたいのですが、どうぞよしなにお願いします。添削していただきたいポイントは、配色や影、グラデーションなどに特に違和感を感じているのですが、それも含めおかしなところがあれば何でも教えていただきたく思います。とのことです。まずですね、シーデンさん初めて自分で構図や配色を考えて描いたということなのですが、めっちゃすごいです。描きたいイメージはこの絵からね、すごく十分伝わってきますし、こんな初めての時の恐れなんかを全然感じないぐらいのびのびと絵が描けていると思います。シーデンさんの失敗を恐れないチャレンジ精神、僕もね、すごく見習いたいです。素晴らしいと思います。で、今回の絵をどう添削していくかなんですけど、シーデンさんがここからさらに成長していくために必要な部分、意識した方がいいなっていうふうに思った部分、それはですね、さらに目の解像度を上げることだと思いました。シーデンさんの絵、すごくね、ガウルグラさんの魅力を表現できているんですが、より目の解像度を上げる。つまり、もっとね、観察して、もっともっとよく彼女のことをじっくり見れば、よりシーデンさんの絵の魅力を引き出せると思いました。今回は目の解像度を上げるというポイントに従って添削をしていきたいと思います。まずシーデンさんも自分で気にされている配色についてなんですが、色をね、よく観察することによって目の解像度を上げることができます。例えば髪の毛がそうですね。もし手元でね、画像を検索できる方はぜひね、ガウルグラさんを検索していただいて、そして目の解像度1段階上げて、本物のガウルグラさんをよく見てみてください。多分ね、いろいろなことに気づけると思います。でね、それで言うと、最初に指摘したポイント。髪の毛、ここにね、少し違和感を感じます。ちょっと添削してみますね。はい、こんな感じ。もしかしたらね、水の中にいたので、それを考慮して色が少し青みがかっているのかもしれませんが、髪色が違うとね、結構本人の印象から離れてしまうことがあります。なので、髪色ね、きっちりとまずは合わせてみました。さらに、服の色です。服の色もですね、若干明るくしている感じですね。色をもう少し明るくすることによって可愛らしい印象になると思います。それとここがね、結構大事な部分です。口の中の色。はい、ここはね、結構注意ポイントなんですが、変更前はですね、かなり赤みが強くて暗い色でした。このね、口の中の色、結構暗くすることで印象としては怖い色になってしまうんですね。見比べるとほら、ちょっとね、赤みが強いとなんとなく殺意が高くなるでしょ。シャークみたいな感じ。ちょっとね、怖いですよね。なので、可愛らしさをアップするためにはこんな風にピンク寄りにしてあげましょう。で、ここからはさらに目の解像度を上げて、形の細やかな部分、修正していきたいんですけど、最初はですね、目を直してみたいと思います。いつもはね、あまり積極的に目から直さないようにしているんですが、今回のこの表情がシーデンさんの意図通りなのか、ちょっとね、気になってるんですよね。特に、目と口。これがですね、本当はシーデンさんはちょっとやんちゃなね、ガオーっていう感じのニュアンスにしたかったように感じるんですけど、
出来上がったイラストは本人の意図に反してかなり凶暴なニュアンスに振られているような気がするんですよね。僕が思った目の感じはこんな感じ。はい、白目の面積をちょっと減らしつつ、いつものガウルグラさんの眠そうな目よりはもうちょっと挑戦的な感じくらいのバランスにしたかったんじゃないのかなっていう風に想像したんですが、いかがでしょう。もしかしたらね、元のようにちょっとアグレッシブさを追加したかったら、ここからもう少し黒目を削ってですね、こう彼女の冷めたる本能を呼び起こしてもいいかもしれません。例えばね、こんな風ですかね。はい、すごくね、微細な違いですけど、このぐらいでですね、かなりニュアンスの違いって出てくるんですよ。そのぐらい目の解像度を上げてほしいんです。で、ちょっとした違いですけど、結構違うでしょ。今回はですね、元のニュアンスに近いこっちの目でいきたいと思います。でね、今目の形を修正したんですが、で、そうするとね、ちょっと口の大きさも大きすぎるような気がするんですよね。ガウルグラさん本人は結構口が小さめな印象なのと、あとシーデンさんの意図としては、シャークっていう感じよりも、シャークみたいな感じにしたかったのかなっていう風にも思いますので、この辺ね、ちょっと微妙に調整してみます。はい、どうでしょう。表情の違い見比べてみます。シャーク、シャーク、シャーク、シャーク。ほら、結構ですね、表情によって殺意の高さがかなり変わってくるでしょ。チーデンさんが描きたかったのは多分ね、こっちじゃないかなっていう風に想像するんですよね。どうですかね。もしね、これ意図通りにこういう風にしていたらごめんなさいね。僕としてはこのぐらいのニュアンスを表現したかったのかなっていう風に思うので、今回はその想像に基づいて表情を調整してみました。もしね、サメとしての本能が出たみたいな表現だとしたら元のバランスのままでいいと思いますので、ここはですね、僕の勝手な想像です。あとはですね、輪郭も口を小さくしたので、もう少し小さい方が自然かなと思いますので調整します。はい、このぐらいのバランスだと思います。あとはですね、前髪の形も調整しますね。はい、続いてサイドヘアですね。ここもやっていきます。はい、これはですね、他の動画でも言ってることなんですけど、前髪とサイドヘアの印象がほぼそのキャラクターを表してしまうっていうぐらい重要なポイントです。キャラクターイラストを描く場合には、目の解像度を高めて、前髪やサイドヘアの長さ、形、あと細かいですけど、こういう外羽のこの毛にもですね、注意しましょう。
チーデンさんの絵のレベルがぐぐっとアップすると思います。あとはですね、顔に関係する部分だと、こういうフードなんかも意外と印象が大きい部分です。ここも少し修正してみます。はい、このですね、ぐるっと顔を取り囲んだ白いラインと、あとは歯の大きさですね。フードの歯の大きさ。あとはこの歯に落ちる影ですね。これによっても頭の丸さが表現できます。ほら、どうですか？一見ね、顔に関係なさそうなパーツですけど、こうして比較すると結構ね、顔の印象が変わるでしょ。あとはちょっと細かい部分に突入していきますが、服の文様のバランスなんかにも気を配れるとさらにいいと思います。やってみます。はい、このね、チャックと口の模様、めちゃくちゃ可愛いですよね。ここの模様はもう少し上についているようなイメージなので、細かいですけどね、少しだけ位置を上に調整しました。あとはですね、本人じゃないんですが、ガウルグラさんの友人兼非常食のブループくん。この子もね、とても可愛らしく描けているんですが、もう少しだけね、目の解像度を上げて、よーく本物を見てください。パーツの大きさや位置のバランスに気を配るともっと良くなると思います。やってみましょう。はい、修正しました。結構ね、細かい形の修正の連続だったので、そんなに変わっていないように見えるかもしれませんが、見比べると、変更前は目と口の位置が離れていて、かつ口の大きさが際立っていましたよね。この辺はガウルグラさんの口も大きめに描かれていたので、もしかしたらね、チーデンさんの癖なのかもしれません。自分がどういう癖を持っているのか認識することも上達の大きな足がかりになりますから、覚えておくといいでしょう。あとはですね、本人に似ている似ていないのは別として、ここのバランスを直すともっと良くなるという部分があります。まずは手です。手自体はよく描けているんですが、少し幼女にしては大きいかなっていうふうに思いました。幼女って言ってもね、見た目に反してガウルグラさんの年齢9927歳以上ということなので、幼女って言っていいのかわかんないんですけど、ちょっと挑戦してみます。はい、このぐらいの手の大きさの方が幼さが表現できると思います。あとは尾びれも結構奥まで伸びていて長い感じがするんですけど、もうちょっとね短くてもいいかなって思います。やってみます。尾びれ自体がね、お尻の方向を考えたら書かなくてもいいかなっていう気はするんですけど、トレードマークとして画面に入れたい意図は分かりますので、不自然さをなるべく抑えた形で入れ込むのがいいかなっていうふうに思いました。あとはこの A のね「あ」の入り方、そうだ、
もしかしたらね、ガウルグラさんのことを知らない人は、あってなんだよっていう風に思うかもしれないので、一応説明するとですね、彼女が初配信の時にしばらくね、キョロキョロして、無言でね、キョロキョロして、その後に発した第一声が、あ、だったんですね。で、そのあがあまりに可愛かったせいで、その後しばらくね、VTuber 界隈で、あが流行ったっていうね、これがガウルグラさんのあなんですね。っていう認識なんですけど、これ合ってますよね。まあ、そのぐらいね、このあは重要なんですけど、吹き出しが口から出ていないのがちょっとね、気になりましたので、そこを修正します。はい、大きさもね、可愛げがある感じに少し小さくしてみました。あとどうだろう、ちょっとね、これは定かじゃないのでそのままにしたんですが、ファンアートを見ると大文字の A じゃなくて小文字の A のファンアートばっかり見つかるんですよね。なのでもしかしたら小文字の A の方があのニュアンスに近かったりするのかな。ちょっとね、これはわかんないですね。で、ここはおまけの部分なんですけど、背景ですね。今ちょっと一色のベタ塗りだと思うんですけど、少しだけね、ここに手を加えても、この作品がさらに良くなると思います。例えば、今一色ですけど、ここにもう一色足してみます。はい、1色増やしましたよね。そしたらさらにもう1色だけ。はい、こんな感じ。で、さらに色は増やさないですけど、もう一つだけ。はい、手前に泡を増やしました。どうです？今、2色だけ増やしました。なのに、それだけで、ほら、見比べてみてください。奥行きがなんとなくプラスされて、全然違った見た目になったでしょ。背景ってね、結構めんどくさい感じがしますが、今のこれだけでも見た目の印象が随分変わってしまいますので、これだけね、覚えておいてください。はい、今回の添削は以上です。並べて見比べてみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。どうでしょう。結構ね、こうして見ると泡の印象もかなり大きいですね。じゃあ最初から見ていきますと、今回の添削のポイントはですね、目の解像度を上げてよく見て描くこと。ここに注目しながらね、添削してきました。で、最初のポイント、最初の目の解像度を上げるポイントはですね、色ですね。特にこの髪色。そして、次にですね、この服の色ですね。ここは若干、髪が青みがかっていたことと、あとは服がね、少し暗い印象でした。これによって印象が少しね、違っておりましたので、これを直しました。で、次にですね、目の解像度を上げるポイントは形です。形をよく見ること。特に、顔周りと、あとは髪周り。あとはね、顔に直接関係ないですけど、このフードの形ですね。顔に付随している、顔にくっついているパーツは、さらに、キャラクターの印象に影響を及ぼしますので、こんな風にね、ちゃんとパーツの形を見てあげることによって、すごくね、印象が整います。あとは、このね、友人兼非常食のブループくんですね。この子もですね、細かいことですけども、顔の印象、顔の大きさのパーツとかね、位置とかを整えてみると、このぐらいね、印象が整いますので、やってみてください。で、あとはね、おまけのポイントとしては、この手ですね。手の大きさも少し小さくすることによって、幼女感、幼さをね、強調できますので、やってみてください。で、最後。ちょっとね、背景めんどくさいよっていう人もいるかもしれないんですけど、こんな風にね、今2色をプラスしただけです。2色プラスしただけで、この奥行き感が表現できますので、そんなにめんどくさくないですよね。はい、これもですね、最後のポイントとして押さえておいてください。今回はですね、目の解像度を上げるということで、よーく見ると微妙に違って見える色の細かい調整、そして形の調整をしてきました。まあでも、ここまで聞いて、こう思う人もいるかもしれません。いや、言って
ることは分かったけどさ、でも目の解像度を上げるって具体的にどうやって上げる練習したらいいのって、そんな時はですね、この動画、絵の上達を早める模写のコツ伝授します。こちらを参考にしてみてください。目の解像度をアップするためのコツを解説しながら、実際に僕が他の作家さんの絵を模写している実演をご覧になれます。それでは最後にあのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけんじゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。